三つ子妊婦ってこんなにお腹が大きくなるの？三つ子の出産大変すぎ。こんにちは。いつも三つ子時間をご視聴いただきありがとうございます。三つ子のママです。今回は特別編ということで、ママの音声付きで動画を作成してみました。不妊治療から妊娠中、長期入院、出産まで三つ子出産のリアルをお届けします。お腹が大きくなっていく様子も見ていただけるので楽しんでいってください。それでは本編へどうぞ。まずは妊娠前のことからお話しします。私実は卵管閉塞でした。卵管閉塞とは、卵管という子宮の左右両側にある細い管が詰まったり狭くなったりしている状態です。不妊症の原因の一つとして知られています。私たち夫婦は卵管閉塞が原因で不妊治療を行いました。そして体外受精を行うこと1回、なんと妊娠が発覚しました。1回で大成功で大喜び。この時見えている子は1人でした。さらに2週間後、なんと授かった子が三つ子であることが判明しました。びっくり仰天です。病院の先生も初めてのパターンだそうで、かなり驚いていました。その後、大きい病院への紹介状をもらい、片道1時間、週1の妊婦検診生活が始まります。通院はばあばが仕事を休んで送り迎えをしてくれることとなりました。妊娠3ヶ月、お腹は早くも少し膨れてきました。そして恐れていたことが、つわりが始まりました。食べ座りの後に吐き座りがあり、かなりしんどかったです。さらに少し出血もあり、自宅安静とのことで1ヶ月間お仕事をお休みしました。出血は 2,3 日で止まり、大事には至らず一安心です。妊娠4ヶ月、お腹はこんな感じ。前に少し出た感じがします。この頃、シロッカー手術を受けました。シロッカー手術とは一言で言うと、子宮口を縛る手術です。三つ子は帝王切開で出産するので、下から生まれてこないようにするためです。手術前日から1週間の入院生活となりました。手術前にちょっとしたハプニングが。輸血が必要になった時のために太い針を腕に入れておくのですが、私の血管は細くうねっているらしく、全然針が刺さらない。看護師さんが3人代わる代わるで刺そうとしてくれたのですが、全く刺さらず、最後には先生が出てきて、やっと血管に針を入れてくれました。手術前から両腕は穴だらけです。ちなみに手術は下半身麻酔で行われ、痛みはなかったのですが、手術中吐き気がひどく結構つらかったです。そして入院中に予期せぬ素敵な出会いが。なんと今同じ病院に三つ子妊婦さんが入院しているらしいことを知りました。どうしても連絡先を交換したくて、看護師長さんにめっちゃお願いし、コロナのため基本的にはダメだけど少しだけならとのことで、相手の方からの許可もいただき、会いに行けることになりました。この時条件が出されて、車椅子で行き一定距離を保つこと、車椅子から立ち上がらないこと。私のグイグイな性格がバレていたのでしょうか、車椅子で病室に行くことになりました。三つ子妊婦さんとは少しお話をして連絡先を交換しました。その後も定期的に連絡を取り、出産後はお互い三つ子を連れて遊んだりなど仲良くなることができました。三つ子2組が一緒に遊んでいる動画を過去に出しているので、よかったら見てみてください。妊娠5ヶ月、お腹はこんな感じ。この頃事件が発生。親知らずが出てきました。歯茎が腫れ、ご飯が食べれない日々。せっかくつわりも終わりかけていたのに。本来であれば出産後に治療を行うのがいいんですが、三つ子を出産後はどう考えても時間がない。ということで、半ば無理やり親知らずを抜くことになりました。レントゲンはなるべくお腹の三つ子たちに影響がないように重たい防護エプロンをして、麻酔はなるべく小さい範囲の部分麻酔にしてもらいました。無事親知らずを抜くことができたのですが、妊娠中は弱い痛み止めしか使えなかったため、痛みが全く引かず、ご飯が食べれない。フードブレンダーで食べ物を液体にして飲む生活が始まりました。
つわりからの親知らず抜歯でなんと体重が5キロ減。蓄えがある体で良かったなぁと思いました。つわりと親知らずの痛みが落ち着いた頃、休んでいた仕事を再開しました。営業職のためお客さんに挨拶回り、何があるかわからないので三つ子とは言わずに、妊娠のため今後お休みしますと伝えていました。仕事は体に無理のない程度にひたすら引き継ぎの日々でした。妊娠6ヶ月、とうとう性別が判明しました。男の子2人、女の子1人です。ジェンダーリビールおにぎりでお披露目会をしました。男の子は塩昆布、女の子は梅干しで作りました。食べてもガブリ。男。三つ目は私？ 3つ目どうぞ。女の子が一番ちっちゃい。ギリギリセーフ、女の子いました。またこの頃は体重が増えすぎて先生に怒られてしまいました。歯が治ったこととつわりが落ち着いたことで爆食いしたのが原因です。液体生活からの解放が嬉しすぎて食べ過ぎてしまいました。ちなみに三つ子だからといって体重がたくさん増えていいわけではなく、普通の妊婦さんと同じで増えていいのは10キロぐらいまでのようです。他にはいつ入院になるかわからなかったので、ベビー服を早めに購入して水通しをしたり、仕事は産休に入りました。妊娠7ヶ月、この頃には腹囲が100センチを突破。普通の妊婦さんの臨月と同じぐらいになりました。赤ちゃんの推定体重については23週の一般的な平均が 480g から 640g なんですが、なんと3人とも 700g 超え、3人合わせて 2100g 超えです。3人ともビッグです。先生もびっくりで、旦那さんも背が高いんですかと聞かれました。ちなみに夫は180センチ、私は170センチ、少し大きめの夫婦です。これ以降も三つ子たちは30週頃まで平均体重より少し大きく成長していきました。妊娠25週からは管理入院が始まりました。三つ子出産の際は必ず入院が必要だそうで、この病院では早い人は10週台から遅くても25週までには入院になると言われました。毎週の検診の結果によって入院になるかが決まります。いつ入院になるか自分ではわからなかったため、入院準備は早めに済ませ、診察前にはいつも美味しいものを食べに行く日々でした。ですがかなり体調も良く、血液検査なども良好だったため、なかなか入院にならず、25週になった時に先生からそろそろ入院しときますかぐらいのノリで入院が決まりました。ここから出産後までの長い入院生活が始まります。妊娠8ヶ月、お腹はこんな感じ。まず入院して初めにあったのが手術の説明と同意書にサインです。いつ何があるかわからないので入院後すぐ行われました。入院中は都度検査や検診があり、お腹の張りや赤ちゃんたちの状態を毎日確認してもらっていました。お腹が大きくなるにつれ、お腹が張る回数や強さが増してくるため、最初は張り止めの飲み薬だったのですが、入院後3週間ほどで24時間の点滴に変わりました。点滴には2種類あって、まずは軽い薬から始まりました。もう一つの点滴は副作用が強すぎて、通称妊婦殺しと言われているそうです。怖すぎます。いずれどんどん張りが強くなってきたら、そっちの点滴も追加していくよと最初言われていましたが、予想よりも張りが強くならなかったため、私は最後までその薬は使わずに済みました。点滴が始まってからはシャワーは3日に1回、副作用で体が熱くなりましたが軽い方だったと思います。そしてシロッカー手術前と同様、血管が細いせいで針が入りにくく、血管から薬が漏れてしまうこともあり、
両腕があざだらけになりました。また毎日2回三つ子の心音とお腹の張りのチェックを行っていました。三つ子のそれぞれの心音が聞こえるところに機械をつけないといけないのですが、なかなか難しいようで、動いていたり誰かの後ろに隠れていて音が聞こえなかったり、別の子かと思っていたら同じ子の心音をとっていたり、大きくなって位置が確定するまでは動く赤ちゃんたちを機械で追いかけるため、看護師さん 3,4 人がつきっきりになることもありました。看護師さんたちも大苦戦しながら朝晩60分ずつ、張りが強かったり心音がうまく取れなければ3時間かかることもありました。その機械をつけている間、同時に手動で胎動をチェックします。カウンターを3つ持って3人分です。だいたいどこら辺が蹴られたかで3人のうち誰の胎動だったのか予想して数えていました。入院中つらかったことは、基本的に病院から出るもの以外食べてはいけないと言われていたことです。大きな理由は、三つ子妊婦の8割が妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病になることです。ですが、食べるのが何よりも大好きな私は、こんな味の薄いご飯ではやっていけないと思い、大きな声では言えませんが、調味料を持参したり、こっそり差し入れを持ってきてもらったりしてしのいでいました。先生ごめんなさい。少しでも悪くなりかけたらやめようと思っていましたが、結局どの数値も悪くならず、入院中の困ったことといえば、マタニティパジャマの前ボタンが閉まらなくなったことです。よく考えれば、すでに普通の妊婦さんの臨月の腹囲を超えているこのお腹で、普通のマタニティパジャマが入るわけがありません。どうしたものかと考えた結果、ユニクロのメンズ T シャツを着ることにしました。サイズは XL、ちょうどよかったです。あとは毎日、同室の妊婦さんとお話をしていました。一緒にネットで年末ジャンボを購入したり、差し入れを共有したり、この痛みはナースコール押すべきとか、もしかしたら陣痛きたかもとか、入院している間にたくさんの妊婦さんを出迎え、出産し退院していく姿を見送りました。最終的に12人の妊婦さんと励まし合い、共に入院を頑張りました。みんなのおかげで本当に楽しい入院生活になりました。妊娠9ヶ月になりました。体調も良く、子宮経過が長かったこともあり、早期出産にはならず無事9ヶ月を迎えました。いよいよ出産間近。お腹はこんな感じ。張りが出てきました。いよいよ生まれるって感じです。腹囲は124センチ、かなり大きいです。とうとうユニクロのメンズ T シャツも合わなくなってきたので、最後の方は病院の大きいパジャマを借りていました。出産日の1週間前ぐらいにいよいよ手術日が決まりました。34週2日目に決定です。私の体もお腹の子たちの状態も安定していたこと、みんな大きめのため、これ以上後にすると緊急帝王切開の可能性が出てきてしまうこと、今出産しても子どもたちは元気に生きていけそうなこと、当初目標としていた34週を迎えられたことなど、いろいろな要因と、当日はかなりたくさんの先生や看護師さんたちに来てもらうため、皆さんのスケジュールも加味しての決定となりました。出産4日前の夜中1時、事件が発生。なんか揺れるぞ。地震です。5階に入院していたので結構な揺れを感じました。避難が必要になったらどうしようと不安になりながら、同じ病室の妊婦さんたちと声を掛け合いながら、ビービーという点滴の警告音を聞いていました。結局避難も必要なく、みんなの体も問題なく無事でした。その日はドキドキしてなかなか眠れませんでしたが、いつの間にか朝でした。そして手術前日、看護師さんや同室の妊婦さんから頑張ってねと応援を受け、
記念の動画や写真を撮ってもらい、翌日に備えました。ちなみに夜9時から絶食です。とうとう当日がやってきました。手術は朝9時から開始され、下半身麻酔で意識はある状態です。手術中は好きな曲をかけれるとのことだったので、愛子をかけてもらいました。9時28分、出ます。おぎゃー、おめでとうございます。9時29分、出ます。おぎゃー、おめでとうございます。9時30分、出ます。おぎゃー、おめでとうございます。と3人とも無事生まれました。みんな元気な産声を聞かせてくれました。看護師さんが横に連れてきてくれて顔を見ることもできました。正直誰が誰だかよくわからなかったけど、3人いることは確認しました。そして赤ちゃんたちは NICU へ。私のお腹を締めて手術が終わりました。目が覚めると FMICU にいました。酸素マスクや尿の管、点滴、足のむくみを抑える機械などたくさんのものが体についていて、寝返りも打てず身動きが取れない状態でした。そしてお腹が死ぬほど痛かったです。しばらくしてパパが NICU にいる三つ子に会ってから私の病室に来ました。そして私は腹痛と戦いながらひたすら寝ました。出産翌日から退院まで、翌日からは苦しい日々が始まりました。体が重く、お腹が痛い。それに加え子宮収縮のため看護師さんにお腹を思いっきり押されたり、母乳を出すためのマッサージを受けたりしていました。どちらも激痛です。痛みと戦う日々でした。また歩く練習も始まりました。ベッドの腕を移動するとこから始まって、立つ練習、トイレまで歩く練習と、どれも激痛でした。でもトイレに行けるようになったら尿の管を抜いてもらえる、この一心で必死こいて這いつくばり、トイレを目指して頑張りました。出産翌日の午後には三つ子に会いに行くことができました。 NICU の先生からは順調であることや、酸素、栄養を入れる管がついているのでその説明を受けました。三つ子はとっても可愛かったですが、保育器に入っている三つ子を見るために車椅子から立つのですが、お腹が激痛でした。数日後にはジンくんがおむつ替えをしているところ、ミルクを飲んでいるところを見ることができました。この頃 NICU まで自力で歩くことができるようになっていたため、病院内のコンビニへも行って OK と看護師さんに言ってもらいました。入院前ぶりのお買い物です。実はこのコンビニを死ぬほど楽しみにしていました。まだ痛いお腹を抑えながらコンビニまで行き、甘いもの、辛いもの、チーズ、お菓子、たくさん買って食べました。待ちに待った至福の時間を過ごすことができました。出産から4日後、徐々に痛みもマシになってきました。診察の際、先生に退院日についてあるお願いをしました。予定では出産後7日ほど入院するのですが、私は高額療養費制度を利用していた関係で、月をまたぐとお金がかかる。7日後は2月2日になってしまう。なんとかして1月中に退院したい。というわけで先生にお願いしてみました。明日の検診で状態を見て決めますとのこと。お腹はまだ痛かったけど、元気アピールをして臨んだ翌日の検診で無事退院許可をいただきました。やったー。三つ子出産後5日で退院する方は異例ですよと先生は言っていました。私の元気な体に感謝。退院の準備をして最後に三つ子に会いに行きました。三つ子はまだ退院できないので、ママだけ先に退院です。70日ぶりに外の世界へ。兄ちゃんとは2ヶ月ぶりの再会です。そしてピザとスタバを思う存分堪能しました。カロリーと塩分最高に美味しい。退院後は2日に1回母乳を届けに片道1時間かけて病院に通いました。家で搾乳していたのですが、途中で自動搾乳機を購入。すごい楽になりました。搾乳の予定のある方、ぜひ検討してみてください。
めっちゃいいです。病院に行った際は15分間三つ子に会うことができました。はじめは保育器に手を入れて触っていました。徐々に管が取れていく三つ子、みんな頑張って成長していました。そして抱っこさせてもらえるようになり、授乳の練習もするようになりました。しばらくして NICU から GCU に移動。その頃、家では三つ子の名前を決めました。パパとママで候補を出し、最終的に兄ちゃんが決め、レンくん、ジンくん、ランちゃんに決まりました。ちなみに候補はうたちゃん、さくくん、あおくんなどがありました。決定後は市役所に行って手続きをしました。その様子はこちらの動画から見てみてください。この間に一人時間も堪能しました。念願の美容室にネイル、松江区にランチ三昧の日々、最後の一人時間です。育児グッズもこの間にたくさん集めました。そして出産から3週間後、ジンくん退院です。その様子はこちらの動画で見てみてください。ジンくん退院から2週間後、レンくん、ランちゃんも無事退院。そこから三つ子との生活が始まりました。そんな三つ子も今日で1歳を迎えます。長いようでとても短い1年でした。これからもすくすく元気に育っていってほしいです。最後になりましたが、いつも応援してくれている皆様、本当にありがとうございます。応援コメント毎回とても励みになっています。これからは双子や三つ子のご家族の方に何か力になれるようなこともしていけたらなと思っています。引き続きどうぞよろしくお願いします。三つ子が1歳になる。だがそれは全ての始まりに過ぎなかった。ファーストアートに苦戦するレン。ジンは作品を完成させることができるのか。初めてのフォトスタジオにランは戸惑う。次回、三つ子、ついに1歳。この次もサービス